私は国民大衆諸君のご指示によりまして本日内閣総理大臣となりました。日本再建のために民族的危機を突破するために渾身の勇を払って戦いたいと思うのであります。第一次吉田内閣が倒れると、社会党の片山哲が内閣総理大臣に就任しました。片山哲は和歌山県に生まれ、東京帝国大学に入学。大正デモクラシーの最中、社会主義と民主主義を学んだ人物です。その後、彼は社会民主主義を掲げる社会民衆党の結成に参加します。戦前は衆議院議員として政治に関わっていましたが、翌参選挙では非推薦で立候補し落選。これを契機に政治の表舞台から身を引いていました。しかし戦後になって日本社会党が結成されると書記長に就任。人柄としては誠実で欲のない人物として知られていましたが、それゆえにリーダーとしての指導力や統率力にはやや欠ける面があったとも言われています。そんな片山の弱さを補ったのが西尾末弘です。彼は若い頃から工場で働き、現場に立って労働運動を率いてきた人物でした。彼も戦前は社会民主主義を掲げる社会民衆党の結成に参加し、衆議院議員として政治に関わってきましたが、翌参選挙では非推薦で立候補しながらも当選を果たしたため、片山とは違って政治の世界に身を置き続けていました。そんな二人によって率いられたのが戦後に結成された日本社会党です。大学で社会民主主義を学んだ片山は理想を語り、現場で労働運動を経験してきた西尾は現実を語る。このように両者の役割分担によってバランスの取れた指導体制が築かれていました。そんな社会党が選挙で第一党になると、片山哲は我々が次の政権を担うと早くから覚悟を決めて理想を語っていました。一方の西尾末弘はまだ社会党には政権担当能力が整っていないと現実的な分析をしており、偉いことになったと本音を漏らしていました。それでも西尾は片山内閣の実現に向けて内閣の組織に奔走します。最終的に社会党、民主党、国民共同党の3党が与党となり、自由党が閣外協力を行うという形で話がまとまったのです。こうして成立した片山内閣は社会党にとっていい面と悪い面の両方を持つ政権となりました。いい面としては革新的な要素と保守的な要素の両方を併せ持つ中道政権となったことです。これによって GHQ も日本は中道を選んだと満足し、片山内閣を支持する姿勢を見せました。片山自身も極右及び極左に偏らない中庸の道を取ると明言しています。一方悪い面としては、内閣を組織する過程で国務大臣の配分や政策の調整において他党に大幅な譲歩を行ったことです。その結果、社会党を支持していた労働者が期待したような政策を実施することは難しくなっていました。そんな片山内閣に与えられた課題は大きく分けて2つです。1つ目が民主化の徹底、2つ目が経済の再建です。民主化の徹底というのは新しくなった日本国憲法に基づいて民法や刑法などの法整備を進めること、そして内務省の解体や労働省の設置など政府機構の整備を行うことでした。こちらについてはすでに日本国憲法の施行も完了していたため、比較的スムーズに進みましたが、問題はもう一方の経済の再建です。当時の日本は深刻な食糧危機と激しいインフレに見舞われており、片山内閣にもその対応が強く求められていました。厳しい生活を強いられていた労働者たちが社会党を支持したのも、社会党なら食糧危機とインフレを解決してくれるかもしれないという期待があったからです。しかし、先ほども言った通り、片山内閣では内閣の主導権も国会の主導権も社会党が握ることができていなかったため、社会党は次第に難しい状況に追い込まれていくことになります。では、片山内閣はどのようにして経済の再建を行おうとしたのかというと、基本的には前政権の方針を受け継ぐというものであり、その前政権の方針というのは傾斜生産方式でした。ただし社会党は社会主義を掲げる政党ですので、自由党が進めていた傾斜生産方式と全く同じ方針を取るわけにはいきません。そのため社会党は
傾斜生産方式を社会主義的方向に発展させようと考えるようになります。こうして掲げられたのが炭鉱国家管理法案でした。この法案は全ての炭鉱を国が管理するようにしよう。そうやって石炭の生産を効率的に増やそうという考え方で生産手段を管理すべきだという社会主義的な発想に基づいた政策でした。しかし、この政策に強く反対したのが自由党です。社会主義的な経済には反対だ。自由主義的な経済を目指すべきだ。そう考える自由党は炭鉱国家管理法案に激しく抵抗。話が違う。閣外協力をやめると主張してついに完全に野党化してしまいました。問題はこれだけにはとどまりません。炭鉱国家管理法案は民主党の分断をも引き起こしてしまいます。そもそも民主党は結成当初から党内に重原喜十郎を中心としたグループと芦田仁を中心としたグループが存在しており、内部対立を抱えていました。そんな中で炭鉱国家管理法案をめぐり、重原派は反対し、芦田派は賛成するという構図が生まれ、党内の分断をさらに深める結果となってしまったのです。このような対立の中で修正された炭鉱国家管理法案は、重原派の反対もあって大幅に後退し、実質的に骨抜きとなってしまいました。そして重原派は最後まで反対の姿勢を崩さなかったため、民主党の分裂は決定的になります。これを受けて芦田派は緊急で民主党総務会を開催。党内に統制を乱した者たちがいる。彼らを除名するとして重原喜十郎や田中角栄など7名を除名。その他17名に離党勧告を出しました。こうして民主党から離党した彼らは同志クラブを結成し、少数勢力として歩みを始めます。ここまでの流れを見ただけでも、片山内閣がいかに不安定であったかがわかると思いますが、問題はそれだけではありません。炭鉱国家管理法案が大きく修正され、実質的に骨抜きとなったことに対して、社会党内部からも強い不満の声が上がってきたのです。我々は社会主義を目指していたはずだ。修正された法案では意味がない。保守勢力と連立を組んだからこうなったんだ。連立を解消すべきだ。そのような声が党内の左派から上がってきました。国民や GHQ の期待を背負って成立した片山内閣でしたが、すぐにその政権は崩壊の危機に直面してしまったのです。このような混乱に追い打ちをかけたのが平野農商問題でした。平野農商というのは片山内閣で農林大臣を務めていた平野力蔵のことです。では彼がなぜ問題になったのかという話ですが、少し当時の政治構造を整理してみましょう。終戦直後の日本では戦争の影響が強く残っており、深刻なインフレと生産能力の低下が大きな問題となっていました。これに対応するため政府は経済安定本部を設置し、ここで経済政策を計画していきます。例えば、すでにお話しした傾斜生産方式なんかは、GHQ と経済安定本部が協力して推進した政策の一つです。このようにして考えられた経済政策は、各官庁に伝えられ、各官庁がそれを実施するというような形で、インフレの抑制と生産の復興が進められていたのです。しかし、このような構造では、計画する期間と実施する期間が分かれていたため、両者はしばしば対立するようになってしまいます。特に対立が激しかったのが農林省で、農林大臣の平野力蔵は、米の価格問題や食料問題などをめぐって、たびたび経済安定本部と衝突してしまっていたのです。こうなると GHQ は、農林大臣の平野は邪魔だと考えるようになっていきます。そしてとうとう GHQ は総理大臣の片山に対して平野を追放しろと要求。追い詰められた片山はこの要求を受け入れて平野を農林大臣から外しましたが、空席になった農林大臣のポストをめぐって社会党内部では左派と右派が激しく対立するようになってしまいます。最終的に社会党左派は今の内閣はダメだと主張し、社会党に所属しながらも片山内閣に反対する立場を取り、いわば党内野党であると自ら宣言する事態に発展しました。このような混乱した状況を見ていた自由党の吉田茂は、片山内閣に対して揺さぶりをかけます。社会主義陣営が機能しないことは分かっただろう。社会主義に反対する陣営を作ろうと呼びかけたのです。要するに結束が弱まっている片山政権の右派勢力に向けて、
社会党ではなく自由党に味方しないかと誘いをかけた形でした。この動きを受けて国民共同党の三木武夫は民主党の芦田均に対して、社会党はもうダメだ。しかし自由党ともやっていけない。それならば我々で第三の勢力を作るべきだと申し入れました。この提案を受けた芦田もほぼ同意見であると応じ、中道勢力を結集しようと考えて、国民共同党の議員が民主党に入党する形で第三勢力の結集に向けて動き出していきます。しかし三木武夫は民主党に吸収される形になるのは避けたいという考えだったため、この第三勢力構想は実現されませんでした。こうして炭鉱国家管理問題と平野農商問題が絡み合い、片山内閣では各方面で対立が深刻化、内閣の崩壊も時間の問題でした。そんな片山内閣にとどめを刺したのが補正予算問題です。財源が足りないため、鉄道運賃と通信料金を値上げしようとしたところ、社会党左派が大衆に負担を強いる政策だ、インフレをさらに加速させるだけだと大反対し、とうとう予算案が通らなかったのです。これを受けて西尾末弘は、もはや片山内閣は崩壊した、政権を維持することは不可能だと判断し、政権交代への道へと進んでいきます。こうなると次に問題となるのは、どのようにして政権を交代させるのかという問題でした。考えられる方法は2つ。衆議院解散か内閣総辞職です。まず衆議院解散を選んだ場合、衆議院議員を改めて選出する必要があるため、当然ながら衆議院選挙が行われます。そうなると、現在対立が深まっている社会党は意見を一つにまとめることができず、選挙の前に二つに分裂してしまう可能性が高いです。党が分裂すれば支持者の票も割れることになり、選挙に不利であることは明らかでした。一方で内閣総辞職を選んだ場合、衆議院の構成はそのまま残るので、選挙は実施されません。そのため党の分裂もとりあえずは避けることができるでしょう。ただし、社会党に対する信頼が低下している中で、新たな総理大臣を衆議院から選ぶとなると、次に選ばれるのは自由党の吉田茂か、あるいは民主党の芦田均である可能性が高い状況でした。社会党としては政策が近い民主党の芦田均の方が望ましく、西尾はその可能性に欠けることにします。こうして西尾は片山に対して内閣総辞職をするべきだと促します。片山としては党内抗争の末に政権を投げ出すような形になることに強い抵抗感がありましたが、自分を支えてくれていた西尾が政権を維持することは不可能だと判断した以上、もはや内閣を運営することはできません。その結果、片山哲は辞任を表明。こうして日本史上初の社会主義政権はわずか9ヶ月半の短命政権となり、以後社会党内部では保守勢力と連立政権を作ったのは失敗であるという反省が強く残っていくようになります。